はい、ワッサップ。このピーがですね、足を怪我してしまって、ちょっと今動けないんで、一人でやっていきたいと思います。先週で瞬発力が終わったので、ちょっと別のことをやりながら。で、瞬発をやりたい人は、週に1回とか、2回。前回までやったレベル3のトレーニングをやりつつ、家のトレーニングもぜひやってみてください。で、今回はただ普通にトレーニングしてもあれなので、ダンスにまつわるトレーニングもしていけたらいいなと思います。で、僕がやってる倒立の基礎練と逆さになった軸の基礎練ですね。3点倒立と倒立の基礎練をやっていけたらなと思います。で、プラス他のダンスじゃない競技やってる人も、逆立ちって身体能力が上がるんですよ。逆さのバランスってなかなか普通の人はできないので、だからやってる人も多いですね。いろんな種目の人で逆立ちのトレーニングをしたり、クロスフィットもそうだし、ぜひ逆立ちをやってみてください。その人向けにちょっと最初は逆立ちがまずできないとか、ダンスやってる人でも逆立ちができなかったり、そういう人もいると思うので、その人のためにちょっとアドバイスをしていけたらなと思います。で、1個目で逆立ちできない人、今から覚えようと思ってる人、止まる練習を覚えてほしいなと思います。歩いたりするのって実際身体能力が上がるかっていうと、止まる感覚で歩くようになると身体能力が上がると言われていますので、ぜひ止まる感覚を次の練習で覚えていただけたらなと思います。それでは行きましょう。はい、まず逆立ちができない人のアドバイス。どういう練習をしたらいいか。まず壁倒立ですね。壁倒立で、ここ壁代わりにします。で、なんでこのアップにするかっていうと、こういうことを気をつけてやってほしいなって思うのでやってください。今逆さになってないんですけど、逆さになったらここにかかとをこうつけます。膝も曲げないで、なるべくまっすぐ片足を離して両足揃える練習ですぐ戻って大丈夫ですっていう練習をしていけたらなと思います。こうやってかかとをつきますね。ついたら片足をまず壁から離して、でその足に揃えに行きます。で揃えたら戻して大丈夫です。揃えたら戻す、揃えたら戻す。で、今ので注意するのが、片方をこうやって壁から離して揃えに行くと、壁蹴るのが強すぎて戻っちゃう人がいるんですよ、地面に足が。そうならないようにこう戻す練習で、戻す練習っていうのがそのバランスを真ん中で取る感覚にすごい近いので、練習してみてください。で、戻すまでの時間、両足揃えてる時間が1で戻ってたのが、なるべく1、2ってなるように気をつけながら時間を伸ばせるようにやっていくと、逆立ちがどんどん止まれるようになります。で、ポイント、逆立ちまだできない人のポイント、今足の練習方法の足の使い方を伝えたんですけど、もう一個大事なのが、逆立ちって力がある人、特にこれとか見てる人とかだと力がある人がいるのかもしれないんで、気をつけてほしいのが、力がある人だと肘曲げてこんぐらいの肩幅でやる人がいるんです。そうすると力は使ってなんとか上には耐えれますが、これでバランスを、身体能力を上げるために倒立を練習したい人、ダンスって、ブレイクダンスって逆立ち、フリーズ、パワームーブとかっていうのはそんな位置で技とかできないので、特にこうやって肩入れって言って、体操とかもそうなんですけど、ここじゃなくて肩で背伸びをした状態で、こうやって逆立ちする人がいて、背中を反る、腰も悪くなっちゃうし、なのでグッ肩で肩甲骨で万歳するようにして、なるべく肩幅、肩幅よりちょっと広いぐらいで万歳で押せる場所でやってみてください。ここの場所で覚えるから、他のスポーツの人だったら身体能力かかるし、ダンスでパワームーブだったりフリーズに役立つので、そこでやってください。で、もう一個の注意点、バランス取るとき、こうやって真ん中でバランス取るときは肘を曲げたりしてバランスを取るんじゃなくて、なるべく体を体幹を締めて固めると、要はこういうほうきみたいな、ほうきを手に乗っけたことある人、こうやってバランス取れますよね。ぐらいふにゃふにゃのものをこうやってバランス取るのって相当難しいので、体をまっすぐピッて力を入れて、こうやってバランス取って、ここの状態が指だと思ってください。なので指でコントロールできるぐらい体を体幹をしてる感覚で締めると。で、指でコントロールするっていうのを覚えてください。
はい、できない人へのアドバイスはこんな感じです。それでは家でもできる、俺がいつもやってる倒立というか逆さの軸の練習方法をぜひやってみてください。パワームーブ、フリーズ、高い位置でのフットワークのすごい見せる技とか結局必要になってくるんで、倒立大事なので一緒にこういう練習をしてみてください。今からはブレイクダンスとかやってる人向けにやるので、ここから先はブレイクダンスやってる人だけで大丈夫です。で、なぜ今からやる練習、いろいろ足を変えます。10秒ごとに足を変えるんですが、なぜ変えるかというと、1個の形で止まれててもダンスではあまり役に立たないです。パワームーブだったり、意外にトーマスだって逆さだし、スワイプだって逆さで支えてる時間があるし、いろんな形、いろんな足を振っても大丈夫な軸を作ることによって、いろんな技だったりフリーズだったりに対応できるので、基本的に僕は足を動かしていきます。ぜひ真似してみてください。はい、いつものアングルに戻ってきました。今から倒立、3点倒立の縦軸の僕の基礎練をやっていきたいと思います。で、まず説明します。形を変えていくんですが、5秒ごとに形を変えていきます。1個目、まっすぐ、気をつけですね。膝も伸ばしてまっすぐ。2個目、両膝曲げて正座の状態。3つ目、両足を開きます。で、4つ目、縦に前後に開きます。ただ持っていくときは大きくパワームーブのために大きく横から持ってきてもぶれないような軸を作りたいので、ここからこういう風にします。で、次逆にするんですが、それも一緒で横から大きく振ってここで止めます。で、次90のとか回る縦軸のために両足をクロスして集めます。で、その次伸ばします。回るためですね、グーって。で、最後フリーズのためにちょっと横にずらして片足垂らす。で、逆も垂らす。で、まっすぐじゃない軸でも覚えれるようにフリーズも普段やっていきます。はい、それではやっていきましょう。やっていくんですが、今の説明で分からなかったら一旦まずそのまま再生してもらって、逆立ちのデモンストレーション見て、ああこうやるんだって覚えてからやってみてください。それではいきます。よースタート。はい、こんな感じです。できるようになると逆さになったまま軸取れたり、ちょっとバランスくぐってもフリーズ立て直したり、パワームーブもちょっと違うとこ足が通っても耐えれるような軸ができるので覚えてみてください。次3点いきます。はい、3点いくんですが、家の中でやってもね頭痛くなっちゃうのが嫌なんで、タオルを厚くちょっと重ねてやったり、僕は今日はスポンジを使います。で、そこで何をするかっていうと、これも5秒ごとに変えてほしいんですけど、まずまっすぐ足をクロス、ドリルとかで回るようにクロスします。どっちも前に、右チェアだったら普通基本右足を前にしてクロスしとくといいです。で、次の5秒でお好きな方どっちでもいいんで、へそを横に向けます。真横ちょうど90度、へそが逆、つま先とへそが逆に向くように5秒。次こっち側にへそ向けたとしたら、次そっち側、こっち側に向けてやります。で、真ん中に戻したら指3本にします。3本でバランス取るように。で、この時の感覚的には頭のてっぺんにしっかり体重が乗ってることを注意しながらやります。3本で止まったら次1本です。指1本でなるべく人差し指で止まれるようになるとしっかり軸が。で、さっきの逆立ちと一緒で、体幹みたいに体を締めてないとバランスが崩れてしまうので気をつけてください。で、最後に足を開いて
で、僕は手の甲をこうやってついてバランスを取る練習をしてます。でそこからまた綺麗にまっすぐ閉じてすぐバランスが取れるようにやります。で次、足を前後で逆もで、なるべく手に体重を乗せないように、基本的にはどっちか片手に乗せて、もう片方にあんまり乗せないように気をつけながらやります。それではいきます。よースタート。You better follow the protocol. Go take a leader to give out the seat that we coming and meet them and throw them all. Pushing the limit, no holding me down. Breaking rules and we running wild. Overdriving, I'm going live. It ain't no way they gon' stop me now. When it's go time, I gotta get it. Pedal to the metal, I don't waste a minute. When it's go time, I gotta get it. はい。はい、お疲れ様でした。さっきやったトレーニング。ほぼ毎日基礎練で頭にストレッチ終わったらチェアの基礎練と倒立3点、これにプラス回ったりするんですけどのトレーニングはほぼ欠かさず毎日やってる今の基礎練ですねをやってるので、ぜひ真似してできるようになってやってみてください。まだダンス始めた人とか僕よりまだ実力がない人は参考に上手い人がやってる基礎練を真似して毎日やってみたら上手くなる可能性が確率が上がると思うので、ぜひ真似してみてください。このチャンネルを見てトレーニングをしてくれてる人であれば何かを参考にして自分も上手くなってやろうっていう意思がちゃんとある人だと思うので、頑張って上手くなっていい夢を見てください。それではまた来週。Okay. Numbers going up, just like Candy Crush. You ain't gotta hush, just don't say it's us. Get some common sense, like you work at Lush.